お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、日本海軍の象徴とも言うべき作戦部隊、連合艦隊について、連合艦隊が産声を上げた日清戦争、多大な活躍を見せた日露戦争、そして大東亜戦争をたどり、連合艦隊が犯したミスにより帝国陸海軍の作戦にどのような影響が及び、それがどのようにして大東亜戦争の帰数に影響したか、という話をしていきたい。本動画は前編として、連合艦隊が新国海軍、ロシア海軍を見事に破り、連合艦隊が常設の艦隊として日本海軍に確固たる地位を築く過程を解説する。連合艦隊に日の当たる時代ということだな。海軍をテーマにするのは海軍大学校の解説動画以来だね。なお、連合艦隊は戦前の表記に従うと、連合艦隊、だが、当チャンネルのご視聴者層には連合艦隊の表記に馴染みのある年齢層の方もいらっしゃれば、どう考えても慣れていないと思われる年齢層の方もいらっしゃるため、本動画では分かりやすさを考慮し、連合艦隊と表記させていただきたい。さて、まずは比較の観点から陸軍に言及するんだが、帝国陸軍には陸軍三長官が率いる三大組織があり、これらがそれぞれ天皇に直令するという、現在の自衛隊とは全く異なる組織図になっていた。すなわち、陸軍大臣の率いる陸軍省、参謀総長の率いる参謀本部、教育総監の率いる教育総監部だ。航空総監も天皇に直令じゃなかったっけ？その話に踏み込むとややこしいから三長官で話をさせてくれ。権限の違いはあれど、陸軍ではこの三長官が定立して、重要人事などの協議を行って権限を行使し、基本的にこの形は、東条英機が陸将と参謀総長を兼務するまで変わらなかった。対して帝国海軍には、海軍大臣率いる海軍省や、軍令部総長率いる軍令部の他に、陸軍には存在しない得意な組織があった。得意な組織とは、連合艦隊だ。連合艦隊は帝国海軍の戦力のほとんどを占める実力部隊であり、ある海軍士官の回想によれば、大東亜戦争勃発前、演習でとある湾内に集結させた連合艦隊に所属するあらゆる種類の艦艇を、司令長官が発する指示で縦横に動かす様は圧巻だったと回想している。この帝国海軍のロマンとも言うべき連合艦隊が誕生したきっかけは、近代日本が鮮烈なデビューを飾った、日清戦争だった。日清戦争って海戦あったっけ？日清戦争は制海権をめぐる戦いに帝国海軍が守備よく勝利したことで、帝国陸軍の陸戦がテンポよく進むという工程をたどり、有利な講和条約の締結に至った戦争だ。清国との海戦が確実となり、外国との初の本格的交戦を控えた帝国海軍は、主力艦で構成される常備艦隊と、警備目的で編成されていた西海艦隊を併合し、連合艦隊を結成した。そのトップに就任したのが、初代連合艦隊司令長官、伊藤助行だ。どんな軍人なの？薩摩藩士として薩英戦争にも従軍した歴戦の雄であり、明治新政府では海軍軍人として職歴を積んだ人物だ。後年は元帥府に列している。この伊藤助行が率いる連合艦隊は、大東亜戦争に踏み切る際の対艦巨砲主義とは覚醒の艦があるほど、小規模な艦隊だった。まだ明治だったから、列強に対抗できるレベルの戦艦建造と艦隊配備は日清戦争に間に合わなかったんだ。しかし、帝国海軍は艦隊の連度と、各艦艇の高速性をもって新国海軍と渡り合い、戦意旺盛な連合艦隊は新国海軍の各艦艇に的確に損傷を与え、結果として制海権を掌握することに成功する。艦艇同士の砲撃が主体で魚雷とかはまだない時代だったのかな？魚雷を搭載した水雷艇も日清戦争では活躍していた。特筆すべきは、後年ポツダム宣言受諾をめぐって奮闘する終戦内閣を率いた鈴木貫太郎海軍大将が、この日清戦争では若き魚雷艇の艇長として新国海軍の戦艦と交戦していることだ。それメンバーシップの動画で延々と語ってたな。日清戦争の終結に伴い、日本は両東半島の割譲を獲得したが、これに対し、極東地域における不登校を強く欲していた帝政ロシアが敏感に反応し、帝政ロシア、ドイツ帝国、フランスによる三国干渉が実行され、日本は泣く泣く両東半島を完付する。これにより、
日本は餓心昇胆による軍備の拡充を推進。帝国海軍は戦艦6隻、装甲巡洋艦6隻を中心に、多数の補助艦艇を要するいわゆる66艦隊計画を推進し、列強に並ぶと言わしめた海軍力を完成させた。ちなみにだが、大東亜戦争開戦時には、連合艦隊は常設の組織として法令上明確化されていたんだが、この日清戦争や日露戦争の時期には、いわば戦時の臨時艦隊という立て付けだったので、連合艦隊という組織、さらに連合艦隊司令長官というポストは平時には存在せず、戦時にのみ出現する存在だった。大本営みたい。そして、日露間の緊張が高まり、日露戦争が確実視された時期において、連合艦隊の司令長官に、歴代司令長官の中では山本五十六と並ぶと思われる高名な人物が就任することとなった。誰？その高名な人物って？東郷平八郎だ。日本海海戦で帝政ロシアのバルチック艦隊を破るという著しい戦功を挙げ、後年は海軍部内で神様のごとく崇められた海軍軍人だ。ちなみにこの人も元帥府に列している。東郷平八郎はエリートコースを歩んできた人なのかな？そうでもない。そう言ってしまっては統合大将に失礼かもしれないが、日本海海戦の後は東洋のネルソンとまで称された統合大将だが、連合艦隊司令長官に就任するまでの経歴では苦い思いもしている。統合大将は薩摩藩の出身。イギリスに留学して王立海軍兵学校の入校を希望したが、イギリス側に断られたのでやむなく同国の商船学校に入学して航海術などを学んだ。この商船学校での成績は、それほどパッとしない成績だったと一説には伝えられる。しかし、この留学中に統合大将は国際法に通用することとなり、また、薩摩藩時代からの歴戦の経験が買われ、日清戦争終結後、常備艦隊司令長官、ついで連合艦隊司令長官に任命される。東郷平八郎は中央からの命令に従順だったから海軍大臣が東郷平八郎を指名したって話なかったっけ？そういった学説もあり、前任の常備艦隊司令長官の日高総之丞が荒武者すぎて海軍中央の指令を聞かないかもしれないから、従順な東郷平八郎が連合艦隊司令長官に起用された可能性もある。しかし、日高総之丞はこの時病身で、日露の戦役という過酷な状況には耐えられないであろうという、人事的に明確な理由もあったから、果たしてどちらの理由が主たる理由だったのかは定かではないとアップ主としては思う。いずれにせよ、海軍中央の差配は的中を見せた。統合大将率いる連合艦隊はバルチック艦隊と交戦に及び、バルチック艦隊の戦力のほとんどを喪失させるに至る。これによって連合艦隊は制海権を掌握し、海戦での日露の私有は決した形となった。連合艦隊が最も輝いていた時代かもしれないね。その後、連合艦隊は冬の時代を迎える。まだ大東亜戦争には早くないか。大正期の軍縮風潮の時代を迎えたんだ。この時期の軍縮世論、ことに軍を忌避する空気については、特に陸軍軍人の関係で赤涼感のあるエピソードが多く伝わるが、帝国海軍も無関係というわけにはいかず、ワシントン海軍軍縮条約の締結もあり、帝国海軍が仮想敵国たる米国海軍に匹敵する数量の戦艦を建造し運用することは難しい状況となった。その風潮で連合艦隊はどうなったの？それまで戦時または大規模演習時にいきなり編成されるという法的に曖昧な位置づけから、法令に基づき上致して編成されるという法的に確固たる艦隊となった。軍縮風潮と矛盾する気がするがどういうことなの？帝国海軍は軍事予算の削減という要請と、ワシントン海軍軍縮条約の履行というダブルパンチを受け、第三艦隊の廃止、軍港施設の廃止など予算上の軍備縮小に励んだ。しかし、軍備を縮小して海軍としての国防の責務を放棄したわけではなく、訓練に制限はないという精神のもと、少数精鋭により仮想敵国たる米国に備える方針を打ち出し、連合艦隊を常駐して、常在戦場の訓練に励む艦船を連合艦隊に集中させることで、戦艦数は減っても戦力は減らさない海軍を目指したんだ。連合艦隊の連度に海軍の命運をかけざるを得なかったということだろうか。その結果、本動画の主役である連合艦隊は、
思わぬ収穫を得ることになる。思わぬ収穫。連合艦隊に所属する艦船が増加するとともに、連合艦隊の権限が拡大したんだ。具体的には、演習や訓練に際しての砲撃許可や魚雷の発射認諾に関し、認諾権限を海軍中央ではなく、連合艦隊司令長官が握ることとなった。また、従前は各艦艇の艦長が海軍中央に直接報告していた訓練報告が、海軍中央宛てではなく連合艦隊司令長官宛てに報告されることとなった。それらにどういう意味があるの？連合艦隊司令長官の権限が、この教育訓練関係の権限強化を契機に、強大化していくんだ。なんで連合艦隊司令長官の教育訓練関係の権限が強化されたの？軍縮風潮やワシントン海軍軍縮条約を受けて帝国海軍は訓練に制限はないという精神のもと、英米に劣後することになった艦艇の数を補うため艦隊の連動を高めようとしたのは先ほど言及した通りだが、その施策として、現場の統率者である連合艦隊司令長官に教育訓練関係の権限を委譲し、教育訓練のレベルをより高めようとしたと指摘されている。しかし、この連合艦隊の権限強化という流れが、大東亜戦争での失態に繋がっていく。さて、連合艦隊の開設の前編をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。